れ食材なんですか？はい、食材です。でこちらチューニョと言います。じゃがいもですね。高山地方でですね、温度差を利用しまして天然フリーズドライされた保存食でございます。とこちらトウモロコシ、定番だと思うんですけれども、ペルーはですね、原産国と言われてまして2000種類以上のトウモロコシがございます。とこちらですね、チャコと言います。食べれる粘土ですね。このままお召し上がりいただくわけではないんですけれども、今回は調理の際に使われてございます。よかったらご写真どうぞ。本日はバーティカルワールド、縦の視点でペルー本土を見たときに見られる各地域の生態系と標高の高さを無料で表しまして、皆さんいろんな地域の旅を体験したいと思います。メニュー裏側、冷たい海からアマゾニアまで9種類、それぞれの地域の生態系をお料理で表していただきます。冷たい海の右側に数字と4つのアルファベットがございます。こちらはですね、海抜を表しますメートルビロシーレベル。はじめは海抜マイナス2メートル、冷たい海の中から体験を始めていただいて、一旦海沿いのエリアの生態系を楽しんでいただきます。料理に合わせてこういったテクスチャーをご用意させていただくんですけれども、このテクスチャーはその料理の風景を表しております。最初は冷たい海でございます。このメニュー表もただ料理書くだけでコンセプトがこんなことやってる日本のレストランなんかほとんどない。メニューすらないとかスタッフめっちゃ多くないですか？うちも含めたらめっちゃ多いですね。冷たい海、海抜マイナス5メートルから始まっています。スピルリナ海藻とイカの内臓から作った温かい球体、その上に白エビを添えて用意しています。横のこちらはイカスミで作ったクリスプに塩漬けにしたイカをベース状にしたものを添えて用意しております。カップの中に割れるエビを使ったお料理です。本日はボタンエビとボタンエビの頭からエマルションというフォーム状のソースに加えて、ちょっとハイビスカスのようなキュウリのピクルスを紐状にしたものを添えてこちらは小さいスプーンでお召し上がりください。でもなんかまあまあ日本人に馴染み深い味ではありますよね。海鮮系だから全く得しないもんじゃない感じは。そうですね、7割、8割ぐらいは日本の食材だし、どうしても手に入らない。そうそうそう。まずはですね、こちらにはかぼちゃで作った生地をこちらをご用意しております。上にはウニを乗せておりまして、仕上げにはですね、こちらのウニのキャラメルソースをかけております。本当よくわかんないけどうまいです。今回は目の前に海の広がる畑に到着したと想像していただけると分かりやすいかなと思います。この海岸線で取れますホタテをシトラスエマルション、柑橘系のフォーム状のソースと和えまして、この器の下に引いてご用意しております。その上からマコモダケと金地草、今回は畑で取れるさつまいも、今回2色ですね、オレンジと紫のさつまいもをちょっとクリスピーにしまして、ネットの上にかぶせてご用意しております。一番上に乗せている小さい緑の葉っぱはグラパラリーフ、この海岸線に自生している多肉植物の新芽の部分を添えてご用意しておりますので、こ
びっくりですよね。このように乾燥させたタコから出汁を取りまして、こちらのソースに使っております。タコの出汁ですか。こちらはい、タコの出汁です。こちらの青色はスピルリナというこの一種から取れる着色料を使っております。すごい明るい青ですが、自然由来の着色料でして、すごい海藻に近いもので味も少し海藻のような気がするので、こちらの料理を合わせております。お皿の方にはグリルしたタコと海藻を使ったクリームのソース。上に乗せているのは海ぶどうとコシミがついた岩をイメージしたものです。料理のイメージとしてはタコが岩の中に隠れているようなイメージでございます。考えるな感じろみたいな料理ですね。これは日本人作れないから。これ言っちゃうんだけど、お好み焼きみたいな味します。確かにそう言われてみれば割と日本人馴染みやすい。こちら飾りのチョココーンというペルーの有名なトウモロコシです。毎回騙されてるね。皆さんの目の前に広がっているのは世界最大の淡水魚ミラルクとも呼ばれる体長2メートルぐらいの大きなお魚のスキンの部分をレザー加工してペルーから持ってきます。次はアンデスの森に入っていきます。アンデスの伝統的なじゃがいもの調理法であるワティアというじゃがいもを地中で調理する技法なんですけれども、こちらを再現して紹介させていただきます。じゃがいも自体は千葉県産なんですが、その DNA はアンデスにあるじゃがいもと同じものでございます。周りの生地はチャコという食べれるねんと、あとは塩を混ぜて塩釜のようなイメージで仕上げています。熱っ。この作り方はすごい面白いなと思って、標高もあるし、なんか旅してる感覚は確かに。ストーリーを提供する場だけど、日本人ってやっぱストーリーを作り出しているから、全然好きな人が早く食べたい。体感をね。次は高知の森に下っていきます。まずはこちらにはですね、カブヤというサボテンの蜜とハーブを合わせたマリテをご用意しております。今彼女が持っているこちらがそのカブヤの根っこの部分で、この根っこの中から蜜が取れます。
ど、これ一番食レポに困るこういうこのレストランで説明するのすげえやぶじゃないですか。では今回旅の締めくくりはアマゾニアでございます。こちらがこのココアというカカオの親戚なんですけれども、ラグビーボールぐらいすごい大きいんです。この、中の白い果肉を使ったシャーベットでございます。でお次に真ん中の石の器には今度はこのマカンボという、入り口にもあったと思うんですけれども、このマカンボの種をこちら使ったクレームブリュレでございます。そしてその右のスプーンにはこのマカンボを紐状にしてご用意しております。今度はこちらの、カカオニブをペースト状にしてご用意しております。で一つ飛ばしてこちらはゼリーなんですけれども、カカオの種の周りについているこういった粘液を使ったゼリーをご用意しています。最後真ん中のこちらスポンジケーキにはこちらのカカオチュンチョというペルーのカカオの品種を、使用して作られています。